安野百合子さん、当時19歳。日本国民学校の臨時教師をしていた百合子さん。翌日、子どもたちの家族の安否を確認するため、広島市内に入りました。廊下に集まって講堂に集まるいうことになってたかもしれません。そこのとこよく私覚えてないんですけどもね、廊下にみんなで並んでたっていうところで、もう一回申し上げますように8時15分に耳ズーンと来て、あ、近くに爆弾が落ちたっていうとこで、さっきもキノコ雲ねが見えましたね。とんでもない、それが広島に落ちてたんですね。キノコ雲がはっきり見えましたね。だから近くの村に落ちたんだろういう思いでしたね。まさか広島にとは思いませんでしたね。そして避難して雪の方へ帰ってきた人たちによって広島に爆弾が落ちたいう情報になったわけですね。それで同僚の先生と日本の子どもたちの家族の様子を確かめてきてほしいいう当時の湯来町に疎開してる責任者である天野先生って男の先生がそうおっしゃったわけですね。私と同僚の先生と確かめてきてほしいってね。朝ですから私たちが住んでたのは正倉院っていうお寺だったと思うんですけども、そのお寺を出て同僚の先生とお会いしてトラックにね乗っけてもらったいうことで、もうその時々動くっていう行動するっていうことが当然なありようでしたね。戦争中ですもの。今でいう草津ですね。草津へ向かって結構距離がありますもんね。それからもうひたすら恋に向かって歩きましたね。昼前後だったかもしれませんね。そこから2歩へ歩いていくような結構距離がありましたものね。当時のことですから、ひたすらもう日本に着くこと行くことしか頭になかったように思いますね。橋を渡るいうことはほとんどできなかったんです。だから男の方がロープでもって船を動かし、小舟ですよね、それこそ。でも当時原爆が落ちた翌日ですからね、まあそれに乗る人なんてほとんどいなかったですよ。なのにもうロープ渡してね渡るありようがあったいうことはやっぱりさすがですね、男の方がしてくださったいうことはね。もう翌日焼け野原でしたもの。私が記憶にあるのは馬が倒れてたことぐらいだからどなたかが歩いてらしたことはなかったですね。ほんと焼け野原そのもの。爆風で家が倒れてすぐ火が出たわけでしょうね。だから私の家も2階がありましたけども、家ない2階なんてとんでもない。たまたまミシンの頭いいのは金属ですからね、残ったんでしょうね、開けても。それと金庫がこう倒れたままね。
あとはもう皆燃えましたね。当時そういう様子、悲惨な様子を受け止めての同僚の先生と黙々と歩いて二歩へ向かったっていうふうにしか言えないような気がしますね。元町の方に行って同僚の先生の家が今の出家の方だったから、それに向かって歩いていったわけですね。でも方角は分かりましたけども、残念だけども全然分からなかったですね、その先生の家が。もう本当にもう何べんも申し上げるようですけど、焼け野原ですね。トラックに乗ってらした兵隊さんが「おむすびどうぞ」言って優しくおっしゃったんですよね。普通はありがとうございましたっていただくのに、私がいただく気持ちになれなかったいうことは、やっぱり原爆が落ちた悲惨な状況がショックでいただく気になれなかったいうことだったと思います。いただけばよかったのにね、申し訳なかったなあいう気持ちはありますね。でもどれだけ原爆の悲惨さを私見たかっていう翌日ですものね。そこからちょうど方角が分かったもんですからね。山陽中学の門扉に山沢一家無事って書いて、たまたま父が書いたんでしょうね。たまたまそれが目に留まったんです。ちょうど中央通りでしたから、山陽中学の塀が残ってたんですね。それに父が書いてくれたんですね。ああよかったいう思いは確かにありましたね。前川先生おっしゃるんですけども、先生の気持ち考えた時にただひたすら自分が喜んでいいっていう気持ちにはならなかったと思いますね。そして檜山橋に向かって歩いていった宝町ですからね。檜山橋は無事だったいうことくらいですね。しばらくまだ焼けた家々がありましたね。日本は本当市内の国民学校としては本当遠方ですけども、そのおかげで爆風の影響なかったですね。結果あれです、原爆ドームのあたりです。下から遺体が流れてくるね、たくさん。それを川岸で兵隊さんが引き上げる。それで男女の区別の記入、そして遺体を悲しいかな燃やす、そういう風景は痛々しかったですね。それは兵隊さんも大変だったと思いますよ。いるもあるかないかですよね。悲惨な状態ですね。だから申し上げたように男性か女性かいう区別の記入だけでもうあれですね、遺体を燃やしていただきますねいう感じですね。だから今もってわからない遺族の方とその死体との出会いがないのがありますよね、今もって。本当に遺体を引き上げては記入し、引き上げては重ね、遺体を重ね、そして何人かになるとそれをまとめて燃やすっていう痛々しさでしたね。だからまっすぐ
恋の方に向かって。夕方までには雪に帰れたんじゃないかしら思いますね。暗くなったらもう本当に今のようなね明るさはないですから。核はなくなってほしいですね。本当にそれによって命を奪うっていうことはこれはもう本当にやめてほしいですね。平和こそ平和一番大切なのは私平和だと思いますね。命の大切さね、生きることの喜び、感謝、相手への思いやりっていうことを思いますね。思いやりがあればこそ自分に厳しく自分を知って相手を愛するっていうことを私は痛感してます。戦争によるね悲惨さっていうものは本当避けなきゃいけないな。平和こそですよね。